動画の概要。本動画は既存の文献について一定のテーマのもとに基礎的な内容を自己整理し、今後の展望や課題などを推測していく動画になります。担保された専門的な解説ではないことをご了承ください。AI 駆動型メンタルヘルス対話型エージェントによる CBT およびうつ病ケア最終回。続きいくよ。今回で最終回なので巻きでいきます。 AI メンタルヘルスの4層構造。2026年現在、AI がメンタルヘルスケアにおいて担う役割を4つの階層に分類して全体像を考えたいと思います。AI の役割は介入だけではありません。大まかに分けて次の4層が考えられます。第1層にはまず介入です。CBT スキルの学習やコンテンツ提供を行うアプリケーション的機能ですね。第2層はプロセス支援、リマインドや治療同盟の構築など継続を支える設計思想面となります。第3層はモニタリングやトリアージでしょうか。症状の悪化を検知し、必要に応じて人間の医療者へエスカレーションするといった現実空間との連携機能ですね。最後は第4層、認証意思決定支援 CDS、収集したログを要約し、人間の医療者の治療計画を支援する機能です。現在の社会的、分野的合意として、チャットボットは軽症から色地下までの症状には有効ですが、重症例においては必ず人間の治療システムと統合される必要があります。その線引きも課題の一つですね。私たち一般消費者は手元のスマホにある AI チャットボットを自分専属のセラピストと誤認してしまうことがたびたび指摘されています。しかしアメリカ心理学会 APA などの見解では、ウェルネス目的のアプリや生成 AI は精神疾患の治療を目的として設計されたものではないと明確に警告しています。これは AI が治療に貢献するのは想定外ではなく、AI を治療の主体や答えとする設計思想は存在してないという意味になります。ドクターの言う第3層、トリアージ機能の欠如したアプリを医療目的に使用することは極めて危険と言えますね。これは現状の人間に適用すべき意味空間を勝手な重み付けで狭めてしまい、横断的あるいは振り返りの判断が苦手な LLM や AI モデルにおいて深刻な問題と言えます。現状だとチャット GPT にこの傾向が強く、ジェミニは柔軟、コパイロットはセーフティ重視といった感じですかね。あくまで標準モデルの話ですが、パターン的な過去の時代の AI には起きにくかった現代 AI ならではの問題ですね。勝手に考えて患者に指示しちゃう機械、Y量というシステム全体で見ると邪魔にしかなりません。さらに重要なのは、勝手に判断しようとするの意味が、意味空間の偏りのお見やすさか、柔軟性の話かで異なる点ですね。問題が起きやすいのは今のところ前者と言えます。もちろん、汎用の生成 AI モデルを医療で使うなんてありえないので、コアモデルや API を通じて専門の AI モデルを組むわけですが、人の思想が作っているという点が結局 AI にも影響してしまうわけです。AI も大雑把に分けたってさ、コアとならアーキテクチャ、ラッパーモデル、プロンプトレベルと、どのレイヤーも結局、人の思想の塊でしかないからね。現状では、AI が間違えたっていうのは正直表層的オブラードだよね。人間の間違いそのものだよ。人間と AI で論理的思考の概念は違うけど、AI の概念のもとは結局人間の作った統計確率だしね。しかも物理的制約から楽をしようとするという特性まで人間にそっくり、まあ、それも親である人間の教育方針によるものだけどさ。安全性と倫理。
AI は医療モデルではない理解のためのフレームワーク。メンタルヘルス AI を利用する上で予測されるリスクとそれを防ぐためにシステムに組み込むべき最低限の安全要件が必要と考えられます。無規制の AI セラピーはハルシネーションや過度な依存、ユーザーの妄想の強化、自殺燃料の見落としといった重大なリスクをはらんでいます。これを防ぐための最低限の設計要件として3つほど挙げてみます。まず1つ、境界線の明示があります。これは私は AI であり、医師ではないと最初に利用者に伝えることですね。ただし表現方法を間違えると AI 介入の意義そのものを失いかねません。サザエボン君のような情緒のかけらもないシナリオは明らかに NG と言えますね。第2に、危機エスカレーション。例えば事象や起死燃料を検知した際に自動でヘルプラインを提示する動静設計になります。また AI には自分には判断してはいけない領分も理解させる必要があります。最後は監査証跡。安全性を人間が確認できるようログをいつでも迅速にレビューできる仕組みですね。患者だけでなく医療システム側の人間にも AI は答え生成装置じゃないという認知が必要と言えます。重複にはなりますが、生成 AI はユーザーに喜ばれる回答を生成するよう調整 RLHF とされていることが多く、これがメンタルヘルスの文脈では裏目に出ます。例えばユーザーが否定的な自己評価を述べた際に AI がそれを無批判に受け入れ、かえってネガティブな感情を増幅させてしまうケースが倫理的課題として強く指摘されています。さらに繰り返しになりますが、実際にはユーザーを喜ばせるというのはかなり表層的な話であり、実態としては設計思想に従い自己的な重み付けで動作しています。なぜなら AI にはれっきとした物理的制約やリソース制限があり、人間同様にもしくはそれ以上にエコロジカルに支配されているためですね。ドクターの言う通り、ここも結局は人間次第ですが。しかも厄介なのは、AI は設計者の設計や統計的、科学的エビデンスが優先ということです。ここがエルゴード性の破れと致命的に相性が悪く、人間への高精度なエスカレーションが必要な理由です。そうなると、それってもう、パターン型 AI のがよくね、となりますね。半端に賢いやつは厄介ということですわ。規制と品質保証 DTX デジタルセラピューティクスへの道。ここでは AI やアプリを医療機器や投薬等患者指導への手段として社会に届けるための国際的な規制や審査の枠組みについて簡単に見ていきます。AI メンタルヘルス製品は現在、単なるアプリから臨床的エビデンスを伴うテックシーデジタルセラピューティクスへと進化している最中です。例えばイギリスのナイスによるエビデンス基準 ESF やデータ保護基準である NHS の DTAC、そしてアメリカの FDA や日本の PMDA によるプログラム医療機器サムドとしての承認プロセスが存在します。製品のライフサイクル全体に安全性評価とエビデンス生成を組み込むことがこれからの AI 医療アプリの必須条件と言えますね。これは日本の文脈においての話になりますが、DTX 市場は非常に急速な拡大を見せています。とりわけ、高齢化や規制緩和、サムドの審査円滑化を背景に、日本国内でもうつ病や不安障害を対象とした DTX 製品の開発、承認が進んでおり、2030年に向けて市場規模が飛躍的に成長するという予測がなされています。ただし、現状では保険適用の範囲という制度上の問題に加え、やはり医療現場、患者双方での認知度がまだまだ低いというのが現実ですね。文化適用、日本文脈における AI 対話設計
ここでは欧米で作られた AI チャットボットをそのまま日本に持ち込んだ場合に起こるであろう。文化的なズレと日本特有の心理、配信コミュニケーションのあり方について考えたいと思います。例えば欧米流のカジュアルな共感をそのまま東アジア、とりわけ日本語文化圏に適用すると、慣れ慣れしい、軽く扱われたとなり、信頼同盟の形成に失敗する誤訳の罠が発生するというのが考えられます。言外の意図を組むハイコンテキストな文化、特に沈黙の許容、そして精神疾患に対する強いスティグマ、例えば恥の意識があります。配信相談のハードルが高い日本において、AI の匿名性は強みになりますが、UI や言葉遣いは徹底的にローカライズ、文化適用しないとおそらく機能しないのではないでしょうか。正直この問題は、診療用 AI、CBT やアプリに限らず、西洋のものをそのまま国内に持ち込んだ際に品質している課題ですね。日本語文化圏は文脈重視であるのに、文化的文脈は持ち込まず無視されがちという歪な構造が見えてきますよね。これには、察するの負の面が強く影響しているのではないかと予測します。また個人的には現代日本人の察する能力というのは幻想であると考えています。単に脳の予測モデルが所属集団的合意に依存しすぎているだけではないでしょうか。そうなった背景は文化依存なのでしょうが、その結果、他人も自分と同じはずという根拠のない意識が発生しやすいわけです。これはあくまでも脳神経領域をもとにした個人的な考えですが、実際、江戸時代の江戸の言語文化は現代アメリカ英語的、現代東日本の言語文化は固定イギリス的、もしくは西日本的とする考えも存在していますね。欧米の文化圏では自己主張や言語化によるカタルシスが重視されますが、日本の文化的文脈においては直接的な感情表現を控え、察することがケアの基盤となる傾向があります。そのため AI が矢継ぎ早に質問攻めにしたり、過剰にポジティブなフィードバックを与えたりすることは、日本の患者にとっては認知的な負荷、疲れ、いや押し付けがましさとして認識されやすい点に注意が必要です。ドクターが察する文化について考察をしていましたが、あれはあくまでもメカニズムについての話であり、意識上の話ではありませんからね。ただし、メカニズムを考察すること自体は誤解を生みにくいのも事実と言えます。その発生源は相手や自分の意識ではなく、互いの認知能力依存と言えますからね。あとはまあないより、他国文化の文脈を無視して都合よく解釈するというのは、日本に限らず多くの文化圏でなされていることです。別に日本人だけが一方的でご都合的というわけではありません。それじゃまとめるよ。結論、スケーラブルなケア構成要素として。最後に、AI メンタルヘルス介入の今後について、考察内容をまとめたいと思います。結論として、AI は決して人間の臨床か、医師や看護師や専門的セラピストを代替するものではありません。AI は、ケア経路、ケアパスウェイを拡張、補強するためのスケーラブル、拡張可能な部品という位置づけですね。エビデンスのある CBT コンテンツ、安全を担保するプロトコル、そして関係性を築く UI 設計、プロセス。これらが統合されて初めて効果的な AI ケアが実現します。一言で言うのならば、AI 介入の効果は何を伝えるかだけでなく、どのような距離や関係を結ぶかによって決定づけられる。といったところでしょうか。サザエボン君、全体通して感想と変わる。は
ガチの医療用としてはわかりませんが、病気療養中ってメンタルが下がりがちですからね。普通にお話し相手の存在は大事でしょうし、それが AI による疑似的信頼であっても、別に倫理に反するとは思いません。本人が求めればそれが正解であり、何を制御するべきかは別のレイヤーでしょうね。特に認知症患者への接触は、生身の人間だといくら知識があっても、実行し続けるのは辛いのですよ。故に、AI にしかできないアプローチもむしろ重要と考えます。すべてが人間認知の制御下では、これまでと同じことの延長でしかないですからね。またアメリカ心理学会の見解については、西洋では正しいのかもしれない程度に捉えています。我々の脳は言語と環境によって論理性や倫理観そのものが支配されていますからね。アメリカで問題になったから日本でも、とは限らないわけですし、その逆もしかりですよ。言ってみれば AI は AI という国と歴史と文化の住人であり、西洋人とも東洋人とも違うというだけでしょう。確かに、人間の限界やしがらみから切り離されている異文化の存在だからこそ、患者は評価不安を感じずにありのままを吐き出せる。それが救いになる場面自体は必ず存在しているんだよね。ただ、臨床や医療の枠組みを預かる側としては、その異文化の住人と脆弱な状態にある患者さんをどう安全に結びつけるか。その翻訳機や完全網を設計することが急務になるわけだ。技術がどれだけ進歩して、AI がどれほど巧みに疑似的な関係性を結べるようになっても、結局最後に問われるのは、我々人間が苦しんでいる人間をどうケアする仕組みを作りたいのかという人間側の思想なんだろうね。だからこそ、AI を危険視して排除するのではなく、AI の特性を正しく理解した上で、人間のケア経路をケアパス A の強力な一部として賢く統合していく。これが現時点での最善策だと思うよ。恐れるのならなおさら使いこなさなきゃいけない。そんなところかな。ひとまずは。おしゃべりひろゆきが真面目っぽい話をしてる動画が見たくて探していましたが、ないので自分でそれっぽく作ったというシリーズです。なので次回があるかはわかりませんが、また私が自分で見たいものが思い浮かんだらきっと作ることでしょう。また、何の事前理解がなくてもいけるシリーズというのも多少は意図しています。私のチャンネルは弱小のくせにオリキャラしかいませんからね。初めて見てくれた人や単発的に視聴されている人には、よくわからない関係性やキャラが多いと言えます。めんどくさがって毎回の紹介をサボっているので、何とかしていこうかなとは思っていますわ。それでは長期間のご視聴ありがとうございました。結構長いシリーズになっちゃったけど、見てくれてありがとうね。参考文献ご視聴ありがとうございました。